おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、案件でございます。ありがとうございます。企業様の方から送ってきていただきました。こちらの商品ですね、草壁さんありがとうございます。もう、嬉しいですね。シングルピグメント、透明水彩なんですけども、シングルピグメントということで、一つ一つ多分これコンセプトとしては、一個一個の色で十分綺麗ですねという多分コンセプトやと思うんです。私の予想なんですけども。で、何か混ぜてっていうよりはもうこれで十分綺麗ですという、過去にはやっぱりハルモニアがすごい大ヒットしたそうなんですけど、今度は一個で、分離色ではなくて一個で十分綺麗ですという絵の具を出されたということでございます。ちょっと一つ一つ全部をですね、18色やっていたらちょっと大変なので、まず、この、クールっていうのとワームですね。だからちょっと全体的に静かな調子、こちらの方はあったかい調子みたいな感じでしょうねっていう絵の具と、このスタイニングっていうのかな、染色という意味だそうです。調べました。染色という意味で、こちらがあります。でこちらの方の中心にプラスどれかな、この辺とか使ってみたいですよね。この辺とかね。これすごいなんか紙に対してなんかすごい綺麗な感じするので、こちらの方とかを使ってアジサイを描いていこうと思います。まずですね、ちょっと物は試しで、こちらの方ですね。うわーすごいね。これ売ってるんですね。なんか皆さん混色とかで迷われたり悩まれたりすると思うので、やっぱり透明水彩って僕はあんまり混ぜ合わせをしすぎん方がいいかなと思っているんですよ。2色ぐらいがいいんちゃうかな。なんか僕結構混ぜますよ、実はね。でもなんかあんまり混ぜ合わせすぎたり重ねすぎたりしたら汚くなるので、今回はこちらの方のセットの中でもこのシングルピグメントを中心に、これちょっとね、アジサイのこれ描こうと思ってるんですけど、これはなんかちょっと使ってみたいな。この辺のピンクとかもね、なんか機会あればぜひあったかい色とかももちろんこの茶色とかもね使ってみたいんですけど、中心に使ってみようと思います。でね、もう嬉しいます。かっこいいですね。このなんか重厚感みたいなのも非常にいいですね。ちょっと軽めにですね、紙の方にちょっと試してみましょうか。ちょっとね、やっぱりね、ハルモニアのこの商品名の名前の付け方の秀逸さ、素晴らしかったですもんね。これはメチルバイオレットっていうことで、染色っていうことは染料系なんでしょうね。楽しみですね。ちょっとパレットに出していきますね。メチルバイオレット。暗いですね。ほんの少しずつ。今度はこれは何ですか？ローダミンバイオレットレーキ。こちらの方ですね。よいしょ。よいしょ。この赤はそんな使わんかもしれないね。アジサイのやつね。見るとね。これはビクトリアブルーレーキ。染料系のレーキという名前がいいですね。これね、多分ね、ほんの少しでビヤッと色強いと思いますよ。これはね、アルカリブルーレーキ。アルカリなんや。なんでこういう名前の由来になったのかまた聞きたいですね。なんかね、控えればほんの少しずつ紙パレットで、今回やっておりますので。で、こちらですね、ファストグリーンレーキ。ファストグリーンレーキ。どういう意味なの？こちら。ファスト。早いとか簡易なとかそういう意味かな。レーキ。こう置いていけばいいか。こう置いていけば。数字が見えるかな。14、15、16、17。タートラジンイエローということで。で、数字を見ると13からよいしょ13から18ということなんですけど、おそらくこれを作ろうと思った一番初めのがこれなんじゃないですか。数字が01ってなってるから当たってたらすごいでしょね。これがジルコニウムブルーということで、こちらアジサイのこれに使っていきましょうか。もう一色ぐらいなんか使えそうなのあればと思うんですが、いいか、これぐらいにしておきましょうか。これぐらいで、もう少し本当は使いたいんですけども、今回はこちらの方だけですみません、させていただきたいと思います。それでちょっとですね、一回試してみましょう。ここにね、ちょっと7色だけ、ね、皆さんはあとはね、実際に使われてみてください。そしてこちらからいきましょうか。よいしょ。ピッ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 。うわー、綺麗ですね。これはキャンソンの歯切れがありましたので、うわー、綺麗ですね。こちらもうちょっと冷気系の、うわー、強い、綺麗。これはまた綺麗。この辺でなんか勝負かなんかを描きたいなと思いますね。
早め勝負の季節。これはちょっとね、一般的なウルトラマリンブルーに近いような、綺麗ですね。顔料、えらいこう、濃いね。わかりますよ。体質顔料と呼ばれているものがすごくこう少ないんだろうなというのが一瞬でわかります。こちらは、1、2。これとこれちょっと似てますけど、こっちはコバルトブルーっぽいかな。どうやろうな。こちらはウルトラマリンブルーっぽいな。なんかちょっとこちらのが、なんかこう、ほとんど変わらないような感じはするけど、もうすごい綺麗な青ですね。で、こちらはファストグリーンレーキ。いいですね。もうこれだけで十分こう綺麗な、あれなんですね。綺麗な深い緑ですね。で、この黄色は、ちょっと緑が入ってた。多分こう、あんまりこう他の色を混ぜないでうわー、鮮やかな。こういう黄色を求めてた。私のパレットがガラッと入れ替わるかもしれないな。そしてこれですね。ジルコニウムブルー。これもまた顔料がね、入っていくわ。綺麗な色ですね。実際このぐらいの色と、黄色とか使いながら若干のこれ、花はですね、この3色を中心にこれ、青も少し入るかな。これでちょっとだけこう青だけでいこうかな。ほんの少し紫系を入れたいような気がしますね。一方葉っぱはこれとこれで、深みのあるところはこの辺を使ってという感じで、ごめんなさい、これ寂しそうやね。これ一匹だけね。これあたりをちょっと使ってやっていこうと思います。また他の色は他の色で、別に、機会があれば動画にしたいなというふうには思いますので、よかったらですね、そちらもご覧ください。下書きはしておきました。下書きはしておきましたので、こちらのですね、名村さんの新商品の方を使いながら、紫陽花の描き方としてはですね、明るい色がちょんちょん、光がどう入っているか、そして影の面になっているとかっていうのをまずこう認識しながら、ね、光のところは塗り残す。できますか？どこや？ちょっとだけこう、紫系を入れたいところではあるな。でも綺麗ですね。こりゃ。で、画面の中で先ほど言ったように混ぜるのでは、画面の中でほんの少しですね。光の当たっている面。でも、光がこの辺はチラチラと当たっていて、木漏れ日的な光の当たり方みたいな感じでしょうね。これはですね、ワトソンという紙を使ってます。ワトソン。要はここの中でこう混ざり合っているって分かります？これは原色なんですけど、この原色ね、これ。ビューッと置いて、この辺はだいたい影に入っていってると。少しだけこう、先ほどの赤をですね、ちょっと感じさせるぐらい。この中でほんの少し混ぜるぐらい。もう本当にそこは、ちょっとできますか？で、こちらの方はどちらかというと黄色ですね。黄色が主になっていて、黄色系。ちょっと強すぎるか。ね、主になっていて、ほんの少しこう周りの方に行くと、青系を少し感じるような感じで、緑になりますね。よいしょ。我が家の庭の紫陽花も実はもう咲きました。やっぱ九州は早いですね。昨日まで北海道に行ってました。北海道に行って、うわ綺麗。どうこの顔料がつぶつぶっとなっているのが綺麗ね。こちら全体的にこう青みがかっている。こちらは少し紫みがかっている紫陽花ということで、また同じように単色を光が当たっているところ、この辺光当たっているなっていうところは塗り残しつつ、で一番ね明るいところっていうのは白く残す。気がついたら日焼けしてますもんね。うわー綺麗ですね。この薄く塗っても十分綺麗ですね。だからイラストとかをね描きたいなっていう人もいいかもしれない。こちらもねまたねちょっと単
暖色に近いような感じで、こちらの方は少しこう、もろ光当たってるんですけど、こちらの辺りとかは少しこう紫みがかっているので、こちらの方からこう紫みがかっている感じの、ちょっとこう、青系をギュッと差し込んであげて。こんな感じ。で、こちらもですね、紫陽花を塗っていこうと思いますけど、これは全体的に青系が中心かなとかね。で、これはほぼ全部が薄い影になっているなとかっていう感じで、ね、このシングルピグメ、なかなか渋めのコンセプトじゃないですか。いや、わかる人にはわかるというね、一つのもう色です。もう十分綺麗に、なりますよということで、おそらく商品開発部の人頑張られたでしょう、どうせね。はい。予想が外れたらすみません。で、またこちらの色と青系を少しパレットではなくなるべくね、なんか本当色の持っている本来の良さみたいなのをやっぱり出そうとしている感じがすごいしますよね。で、これで一回、ちょっと乾かそうかなと思います。特にこの01番が結構分かれてなんかまた綺麗ですね。他の色ももちろん綺麗なんですけど、で次葉っぱを描いていこうと思います。もうそれは緑ですね。緑とかもうこれある程度量を塗るのでこちらの方に出しとこうかなと。あとは青、今度こっちの青にしましょうかね。こういった色で、少しですね、形の外側からぐーっとこれだったら完全に青ですけど、ぐーっとシルエットが決まってくるような感じをちょっと出しつつ、ここにピョンと緑とかをまた差し込んだりとかして、ね、明るいところの葉っぱっていうのは後にして、特に輪郭のところは緊張感を持って、でまた濃いのをちょんと入れたり、よいしょ。この中にちょっとですね、黄色とかを差し込んで、上げたりね、混ぜるというか、差し込むという感覚。綺麗ね。いつもの通り、もう本当にね、もう、絵の具を作る人の愛が伝わってくる。皆さんに家を描いてほしいという、願いがね、おじちゃんには伝わってきます。なんか絵皿かなんか出しといてもええかもしれない。それぞれのね、なんか色をね、ちょっと今回もちろん初めて使っているので、その辺がですね、自分の中でしっかりと計画というかですね、立てれてなくて、これは申し訳ないなとは思います。この中で混ざり合いながら、深いですね、色になっていくと。ねえ、もうなんか綺麗ですね。いいですね。色に終えるって楽しいですね。うわ自分で言うのないですけど、うわ綺麗やな。もちろん絵の具会社のもちろん努力、際からね。暗いとこだけまず描いておきましょうか。後でね、明るい葉っぱとか描きましょうか。で輪郭のところちょっとコンコンコンと濃い色をぶつけてあげたりね、してください。外側からね、暗い色で。特に主役とかなるところの周りのエッジは強くしておいてください。でそこだけじゃなくて周りの方もちょっとですね、意識はしながら輪郭外側から暗くなっているところ、逆に明るく外側の方が明るいところもあるかもしれませんので、そういうのはちょっと注意しながら、あんまり今回のこのアジサイに関してはもう一番ベタなやつを選びました。僕は変なちょっとガクアジサイとか若干変なのを選びたがる悪い癖があるので、はい、もう一番ベタなやつを選びました。またここなんかすごい強くガッと置きたいところですね。ちょっとパレットの上で混ざり合い出してますんでね、ちょいちょい拭き取って濃厚なので外側からグッとぶつかる。これだと青ですので
ね、ここにまた緑とかを、もちろんパレットで混ぜてもいいんですよ。全然。でもなんかこう、今回は特にね、1枚目ということで、もう名前の通りシングルピグメントって顔料って意味なんですけど、単色で一つの顔料だけで作りましたっていうこう、熱い思いが伝わってくるので、なるべくこう一つの色を最大限活かして描けたらなと思ってます。ぐっとエッジがね、強くなってきましたよね。ぐっと濃くしてるからね、綺麗ですね、ここね。うえよいしょ。ある程度、全体、に一通り手が入ってきたかなと。塗り残すところも多少ありつつも、全体に色が入ってきたという状態です。一旦これで完全に乾かしたいと思います。それでは、続きを描いていこうと思います。乾きました。どうしようかな。どちら描こうかな。ちょっとめんどくさいから、背景の方少し先にある程度やっていっていいですかね。ちょっと大きめの仕事で、やっていこうと思います。よいしょ。隙間をこう描いていくという感じで、描いていくんですけども、より濃くという感じで描いていって、ですね。おそらくこうイラストとかを描くような人とかで、こういったあれで描く人、綺麗な水彩画で描く人とかにはもうたまらなく欲しい絵の具なんちゃうかなというふうに思います。もう本当に一層でも十分綺麗ですので、そこのところはですね、あんまりこう、やりすぎない方がいいところありますので、そこはちょっと注意しながらですね。大きな面の塗りはこの、もう、ラフィーネさんが僕はもう本当重宝してます。先端も強いし。上にこう重ねていっても下の絵の具となんていうかこうね青とこれ緑で青と黄色でこう緑になってるんですけど上綺麗な絵ですね。もちろんね他の種類のこう絵の具とかもあるからもっともっといろんな色幅は出せますけどもね今回はちょっと、染色という色を使って描いてそれとあとはブルーですねここに使っていたそれだけで描いていますからできられる色の幅は限定されます。それでもねこれだけねなりますのでね。やっぱ透明水彩はこのにじみとかね、ぼかしみたいなのを使えるか使えないかだけで表現の幅がものすごい変わります。もうそれがもう楽しいってなる人もいればね、できないと。なんかモチーフの固有の色にずっと追われてしまう。やっぱできるようになるともっと楽しくもなりますしね、表現の幅ってぐーっと広がります。これが本当に初心者の人と少し上級者の人の差やと思います。そしてプロになってくるとそれをもうかなりコントロールできる。ね。で少し、アジサイの方の中もぼちぼちこう同時に描いていこうかなと思います。この青系みたいなとかで少しこう影の中のもうちょっとこう影の色とかをよいしょ青系が中心になっていきますので、こちらの青とかこちらの青とかですね水色みたいなとかが中心になっていきますけども
少しこう外側からこう花を浮かび上がらせるような仕事とかもしたり、逆に花の中の方が暗くなっているところがあったりと、そういうのをこうね、よう見ながらやっていくんですが、どう言ったらいいかななかなかね、これ説明が難しいな。外側から花びらを浮かび上がらせる仕事、または花びらが暗くなっていたりする仕事とか、グラデーションによって、少しですね、花びらが真ん中の方が明るくなっている仕事とか、そういったところをよく見て、また同様にこうちょっと青も、バリエーションを持たせて、この辺なんかは全体がもう、影に落ちているよとか、そういったものをこう描いてあげたり、少しこう紫がかっているような花は紫色を入れながら、ここはちょっと青だけでいきましょう。この花はね、少しなんかこう塊になりましたよね。わかりますかね。でちょっと紫色、赤みがかっている、青みがかって、こっち青みがかっている。少し水が多めの仕事でぐーっとこうしながら浮かび上がらせる仕事と影の仕事と、ちょっとこっちよりもちょっと紫みがかっている花にしていってます。こういうとこね。この辺は全体影になってる。こっちよりもちょっと濃く、ぐっと描いてあげて、なんか密度感を出しましたよね。それによって、なんかこう、完成度が、主役っていうのが少しこう伝わってくるかなと。輪郭の方に行けば行くほど、ちょっと背景とこう同化したような同じぐらいの色とか、逆に、背景の方より暗いとこがあったりすると思うんですね。そういうところはそういうふうに丁寧にこう描いてあげる。花びらの影やったり、花びらを外側から浮かび上がらせたり、またちょっとこう紫を差し込んでみたり、ぐちゃぐちゃとしてね、この辺ねとか。またちょっと葉っぱとかね、もう少し描いておきたいところは少し描いておいて、最後の一層に向かっていこうと思います。ぐぐぐぐ。大きな塗りもね、ギュッと勢いよくやった方が綺麗にいきますよ。もちろん普通にこう一般的な絵の具、とも併用してもちろんいいと思います。ここの部分だけはこれでこのシングルピグメントを使ってとか、いやここのところはいつもの水彩絵の具でとか、そういうふうにこう使い分けてあげるとまたね表現の幅広がりますから、今回はですねこれに一応僕は絞ってやってますけども、やっぱりこうどうしても、これだけじゃ出えへんとかっていう色とか自分の求めているものとちょっと違う部分があるとか思ったら、もちろん、日頃使っている絵の具とかも併用されることをお勧めしますよ。よいしょ。ということで、2層目をこれぐらいにして乾燥させて、最後少しこう拭き取ったり書き込んだりをしていこうと思います。それではちょっと最後の描き込みというかをやっていこうかなと思います。ちょっとまずね拭き取ってみようかなと。拭き取ってみて、ちょっとこう明るいところ、葉っぱなんかにキラッと光が入ってるようなところね、とか、花のであんまりこうやりすぎてもね、これもね
あんま取れへんかな。この紙のと多く重なってるところはまあまあ取れますね。グッと。まあやりすぎたらね、またね、紙ボコボコになりますから注意してくださいね。よいしょ。よいしょ。お紙がちょっと傷み出しそうな。こんな感じで、少しこうキラキラキラと葉っぱが光ってるところをもうちょっと入れて少し持ち上げてあげました。さあ最後ちょっと細かい筆で描いていこうと思います。さあどうかな。でぐーっと濃いところがあるんですね。意外とこういうところこうぐっとこういうところはしっかりとやってあげた方がおじさんの描くタイプの絵には意外とよくて、で青だけじゃちょっとあれやなと思ったらそこにね他の色をほんの少しまたちゃんと差し込んであげたりとかして、意外とこういう隙間のいうところをグッグッと輪郭のとことかも暗い色がグッと入ってくるとこも外側から浮かび上がらせるのもあったり、花の影が落ちているところもあったりという感じで、少しこうですね。ゴロッとしてきた。じゃないですか。で、今度はこちらの方、ちょっと脇役の方から攻めて、ある程度できることが想像できてきたら、主役に行ってますね、今回ね。主役のところもで、最後にですね、ちょっと微調整、をしていきます。まあ、輪郭とかがちょっとあやふやになってるとことか、あたりとかを外側からこう、形をまた決め直すような仕事であるとか、なんかこう、微妙な、ところですね。どう言ったらいいんかな。そういったところを少しこう、調整しながら、進めていきます。本当にこう綺麗な色ですよ。まあこれまたこうやりすぎてもマイナスになる可能性があるので、いいところでとどめようとは思いますがね。こうちょっとこう本当にこういう色使いたいな欲しいなとかっていう時に一色、持たれてるだけでも違うでしょうしね。
まだまだやりたいところですが、このぐらいにして、2層から3層にかけて描いていって、ある程度色をいい状態で、塗り残して、ですね、美しさを保ちつつ見せることができたのかなというふうに思います。ということで、シングルピこれね、ちょっとね、ワトソンやから慎重にいかんとか。よいしょ。ということで、いかがだったでしょうか。シングルピグメントのうち、今日は7色使って描いてみたという動画でございました。皆さんすごい綺麗です。美しいですので、ぜひぜひ使われてみてください。この動画良かったという方、チャンネル登録してなかったら、ぜひ、コメントいただければ幸いです。アジサイ描けるようになってね。では。チャンネル登録をして。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。